こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は私ども羽生内区庭応接展示場からお伝えします。盆栽や水石を飾る道具の大切なものとして掛け軸、掛物というものがあります。床の間の文化が発達した日本では、そこに掛け軸をかけて他のものを飾り、貴人床として多くの人を迎えるという文化が発展しました。外国の方々も大変人気が高く、日本の文化的芸術作品として注目を集めますが、現在ではなかなか掛け軸の良品というのは巡り合う機会が少なくなりました。今回はこの掛け軸というものを盆栽や水石にどのように使うのか、少し数を並べて皆さんにご紹介しようと思います。表具、絵の中身、いろいろな要素が噛み合って、盆栽や水石の景色やそこに浮かぶ精神を助けてくれる役割があります。どうぞお楽しみください。夏も終わり、9月となった今も、まだまだ猛暑は続いています。盆栽や水石の掛け軸の夏の代表的なもの、滝の掛け軸があります。一番右には、滝にまだ岩ツバメが飛ぶ姿。松本風子が残したこの軸は、まさに名残の夏を飾るのに、たまり石、渓流石、もみじや松の懸崖など、滝にふさわしい景色にうってつけです。吉村法隆が残した見事な幕府の滝。このような姿は余計なものが飾っていなく、何にでも使えるという良さがあります。その隣3本も同じような意味がありますが、皆水墨で描かれているというところが一つのポイントです。飾る草、水石、盆栽、その色というものをあえて殺さぬような世界になっています。また滝の中でも、この川北花峰が描いたように、深山渓谷のもみじの色を絵の中に残すものがあります。このようなものは盆栽の飾りは難しいものですが、渓流石や滝石に近いその下にあるものなどにはうってつけですね。最後の滝は精神性を持って描かれた部分があります。このような掛け軸に皆さんはどのような盆栽や石を合わせるものでしょう。特にこの掛け軸で面白いのは、輪宝という表具仕立てになっていることです。絵の表具の脇の幅が狭く、掛け軸いっぱいに絵が広がっています。強調しない表具というものも盆栽水石飾りには大切な要素になっています。そこから小さな絵が一つあります。奥谷秋石が描いた京都大文字焼きの風景、夏の送り火をそのままに歌ったこの絵は、小さいからこそ手前に置く盆栽と被らないという良さがあります。大文字山の送り火が終われば、いよいよ秋風の世界です。盆栽水石の飾りも大変奥深いものになりますが、飾りやすさの代表といえば月の軸です。空高くに仰ぐ月は、遠山石も滝石も五葉松ももみじもさまざまなものを映してくれます。
まだ夏の名残が残る望月玉景の月には水墨で楓の枝が描き込まれています。絵としては立派ですが、この楓があることで盆栽は不向きとなります。重複することを避ければ遠山石などが良いでしょう。山岳の石ですともみじと山の険しさが合わなくなります。そこから2点、江戸時代の代表する画家加納探幽とその甥加納常信の絵です。常信の絵は秋草に月が浮かぶ横物。愛らしい草があるので遠い景色というよりも近い景色。つまり石でしたら葛や石、また雑木盆栽などにも良いでしょう。名筆探幽のこの水墨は何が書いてあるのかなとお思いでしょうが、破木山水という雪舟の時代から続く名筆の極みと言われる書き込みです。2点とも表具立ても約150年以上前の素晴らしいものです。同じく左には高く輝く月、その下に降りてくる狩の図、雷眼の図、落眼の図とも言います。月が小さく描いて狩が降りてくる姿、まさに遠山石、五葉松、さまざまな世界が浮かぶ使いやすい掛け物です。その左、江戸中期田中凸門が残した月一つの掛け物。これも臨法表具で静かに書き込まれて、すべての飾りに受け入れられる使い勝手抜群のものです。隣の吉村法隆は秋の虫3匹、それのみをこの空間に置いています。山野草や優しい優しい草物、雑木、そして葛や石などがよく映ります。波間の上に浮かぶ雲間の月を描いたのは塩川文林。史上派最後の名作と言われるこの絵も、厳しさがある分力強いものが合うでしょう。色を備えた塵もみじに鳥の今井慶寿の軸、愛らしい季節がはっきり出るものはやはり葛や石や遠山石。目の前にあるもの、もみじや虫、草、仰ぐ月、破木山水の精神性、それぞれで横に置かれる主たるものが変わっていくのも掛け物の楽しさです。掛け物には一本で書かれたものもあれば、床の間に合わせて2本、3本を一つの揃えとして書かれたものがあります。この三福対の軸は冬の姿を描いたものです。四条派の祖松村御春が残した三福対。中央に空におぼろに雪の中に浮かぶ月、右には山里の雪に埋もれた自然、左は小高い丘の雪山の上に遠くを見る雄鹿一匹。それぞれに精神性の高いこの絵は使い勝手によってさまざまなものができます。冬飾りの枯れ木立の雑木や葛や、果ては杉や木立の雪をかぶっても生きる緑などもよく合うでしょう。そして最後に双福、つまり2本の軸で描かれた奥谷秋石の大変使いやすい軸です。
冬の図となっているこの2点。秋の終わりの雲間の半月。そして冬にこうこうと輝く三日月。小ぶりに作られたこの軸はほとんどさまざまなもの、盆栽、水石、すべてを受け入れる深い精神性を帯びている素晴らしいものです。掛け軸の面白さ、いかがだったでしょうか。今回この展示場にかけた20数本は、今年手に入れたもので未公開だったものの一部です。約200年から100年前、日本の画家たちが残したこの軸たちは、徐々に海外へ流出したり傷んだりして激減しています。盆栽水石に使えるこのようなものをこれからの時代に残すことも私たちの仕事かもしれません。視聴の皆様はぜひこのようなものを自分の水石や盆栽にこう使ってみたい、そんなことを思い描くのも日本の見立て心の大切なところかもしれません。一点一点に何かを添えてまたお伝えする時間を作ってみたいと思います。盆栽水石にまつわる道具類をいろいろご紹介するのもわびチャンネルの大切な役目だと思っています。アーカイブの中にもたくさんのものが込められています。ぜひチャンネル登録をなさってご覧になってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。